皆さんこんにちは。Japanese Podcast with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん最近は元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは最近ハマっていることです。皆さんって一度一つのことにハマるとそれをとことん突き詰めたり追い求めたりする方ですか？それとも割と秋っぽくて好きなものだったりやりたいこと、趣味などそれがどんどん変わる方ですか？私は結構変わる方だと思います。なので今までずっと続けている趣味みたいなのはないんですよね。秋っぽいっていうのはネガティブに聞こえるかもしれないんですけど、見方を変えればいろんなことに興味を持つということなので全然いいかなと思います。ってことで今回は最近私がハマっていることについてお話ししていきます。最近ハマっていることは2つあって、それはサウナとコーヒーです。まずはサウナについてです。サウナは最近日本全体でブームというか流行流行っている気がします。新しいサウナの施設がオープンしたっていうのをたまに聞きます。サウナは日本で最近取り入れられてそれが流行っているとかっていうわけではないです。日本は、火山がいっぱいあって温泉がたくさんあります。なのでお湯に浸かって体を癒したりする文化は昔からあります。そういった温泉施設にサウナがついていることがあるんですが、サウナってとにかく暑いじゃないですか。なのでそんなに多くの人に好まれている、わざわざサウナを目的にそのどこかへ行くっていう人は昔はそんなに多くなかったかなと思います。ですが最近はそのサウナで整うというのが流行っていて、いろいろ施設ができたり新しいところがオープンしたりしているみたいです。サウナで整うっていうのはどうやって説明したらいいんだろうと思って調べてみたんですけど、サウナで整うっていうのはサウナと水風呂を繰り返した後に休憩することで体の奥底から温められて深いリフレッシュ感を得られる状態だそうです。なんか頭というか体がふわっと軽く感じたり、頭がクリアになったり、めっちゃリフレッシュできるっていうことになります。細かく説明すると自律神経とかなんか副交感神経とかいろいろあるんですけど、ちょっとそれは難しい単語かなと思ったので今回は省きます。気になる方は一度そのサウナで整うっていうのを調べてみてください。そして私もその流行りに乗っている人のうちの一人です。サウナは嫌いではなかったんですが、暑いのに耐えられても冷たすぎるその水風呂に浸かるということができなくて、なのでサウナを好きになるとかは一切、昔は思っていませんでした。ですがある時芸人さん、私の好きな芸人コメディアンが YouTube でサウナに行ってたんですよ。そのチャンネルはサウナをいろいろ紹介したり体験してみたりっていうチャンネルがあるんですけど、それを何本か見てるうちにやりたくなってきて、で今年の7月ぐらいに初めてではないですけど、サウナに行ってみました。でその時85度とか、90度ぐらいあったと思うんですけど、そのぐらいの温度のサウナに入って10分ぐらい耐えて、もうめっちゃ汗だくで、その後にもう無心で大丈夫冷たくないって自分に唱えながら水風呂に浸かりました。本当にその時はマジで心臓が止まるかと思ったぐらいなんですけど、ですがその水風呂を耐えて、その後椅子に座って深呼吸をしたら、そしたら心臓の音がバクバクいっているのが聞こえてきて、頑張って全身に血液を巡らせてる感じ、それがものすごく伝わってきて、頭がなんかぐるぐるする感じ、フラフラというかはなんかもうぐるぐるする感じがあって、ああこれが整うかっていうのが
分かった気がしました。本当に頭がすっきりして体もすっきりするし、体も脳もリセットされる感じ、その感覚がとても気持ちよかったです。そしてその日の夜はぐっすり寝れた気がしました。その7月に1回行ってから、その後は週に1回行くか行かないかぐらいの頻度で行っています。最近はちょっと行けてなくて、最後に行ったのが2週間ほど前なんですけど、そのサウナにハマる前は、その温泉に行った時にたまにサウナにトライしてみるっていう感じだったので、多分年に1回とか2回とかそんぐらいだったんですけど、最近はめちゃめちゃ行くようになりました。サウナに行ったら毎回脳がすっきりしてリセットされる感覚があります。なのでなんか悩み事があったり、疲れていたり、もう今日は何もやりたくないみたいな日は、夕方にサウナに行ってすっきりして夜ぐっすり寝るっていうのがもう最高です。次に最近ハマっていることはコーヒーです。コーヒーは、最近ハマったというわけではなくて、ここ数年も好きでずっと飲んでいるんですけど、私は家で毎日コーヒーを飲みます。前まではコーヒーの粉を買ってきて、それでドリップコーヒーを作って飲んでいました。なんですけど、最近コーヒーミルを買いました。コーヒーミルっていうのはコーヒーの豆をひく機械、コーヒーの豆を買ってきてそれを粉にする機械があるんですけど、その私が買ったのは細長くて、この手でぐりぐり回して豆をひくものを購入しました。初めてだったので、いきなり高級品とかを買うのはちょっと躊躇してしまったので、手動のものを買いました。なので少し手間があるんですけど、今のところはそれも楽しめています。粉で買ってきたら、そのコーヒーの粉がなくなる頃って、やっぱりこの匂い、コーヒーの匂いがなくなってきているんですけど、コーヒーの豆を毎回ひくので、その時毎回コーヒーを飲む時にとてもいい香りがして、めちゃめちゃ幸せな気分になります。毎朝コーヒーの豆をひいて匂いを嗅いでコーヒーを飲むっていうのがもうめちゃめちゃ楽しみで、朝早く起きるのも全然苦じゃなくなりました。そして豆をひく作業を自宅でやるぐらいだから、めちゃめちゃこだわってるんじゃないかとか思うかもしれないんですけど、全然そんなことはなくて、まだまだ知識とか全然ないし、本当に好きな人、コーヒーのもうオタクぐらいの人からするともう知識ゼロって感じなので、最近いろんな動画見たりして、ちょっとでも美味しいコーヒーが飲めるようにいろいろやってみたりもします。でも基本的な性格としてシンプルが一番だし、結構めんどくさがり屋なので、手間がかかるのはあんまりしないです。なので簡単にどうやって美味しくするかが基本です。あとコーヒーを自宅で飲むってなると、いろんな豆を買ってきて、今日はこれにしよっかな、今日はこれかなみたいな感じで毎回選ぶのもとっても楽しいです。そして味で言うと、コーヒーは私は少し苦味が強い方が好きです。酸味が強いのは苦手とかではないですけど、あんまり好まないです。あと牛乳、ミルクも入れたりしますが、基本的には普通のミルクか、最近は豆乳も飲みます。豆乳はソイミルクです。砂糖を入れたりとか、なんか他のいろんなキャラメルとか、なんかメープルとかそういうのがあるのかな。あんまり詳しくないんですけど、そういったものは基本的には入れないです。コーヒーが甘いとちょっとって苦手だなって感じるので、ブラックコーヒーかミルクを入れたカフェオレとかかな、カフェオレを飲んだりします。皆さんはコーヒーは好きですか？好きだったら何か自分の好きなコーヒーの飲み方とかありますか？私は本当に全然コーヒーに詳しいとかっていうわけではないので、皆さんの好きな飲み方とかコーヒーの好きな入れ方などあったらぜひ教えてください。今回は最近ハマっていることについてお話ししました。今ハマっているサウナだったり、コーヒー豆を自分でひいて飲むやり方も飽きたりめんどくさくなったり、
逆に違うことや飲み物にハマって全然もう最近は飲んでないとか最近はサウナに行ってないみたいなことになるかもしれないんですけど、今はこの2つにハマっていってこれを楽しみながら毎日過ごしています。皆さんが最近ハマっていることなど何かありましたらぜひコメントで教えてください。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。